こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。9月とはいえ、相変わらずの異変な気候、まだまだ暑い真夏のような天気が続きます。今皆さんの前にあるのは、夏を明けての初めての松の飾りです。滝の軸を合わせて、美山に生きる県外の木を飾ってみました。このように県外で伸びる木はやや高い飾に飾ります。今日はこの盆栽を飾る時の飾、その課題の使い方を皆さんと一緒に楽しんでみたいと思います。幹がまるで倒れて生きようとする生い立つ姿が自然な空間を生かした半圏外を描き出した老木。まさに崖から伸びるようなその姿の向こうには、不爆と言えるほどの滝の姿。大化木島王国が描いた滝の図は、わずかな墨を使うことで、画面全体に滝しぶきを表しています。美山の涼やかな名残の夏を楽しむ小白盆栽の飾りです。さて、いくつかの卓、つまり課題の合わせ方を皆さんとやりたいと思いますが、まずはこの五葉松で進めます。ご覧の通り、盆栽の典型的な模様着の姿。幹立ちがしっかりとした大木の姿が、枝を広げる大樹の層。基本的な姿ですね。このような真行草という一番格調の高い木。これをどのように合わせるかをご披露したいと思います。基本的に卓に乗せる場合、このように四方山という卓の内側の板の面、ここから足が飛び出ないこと。これは飾りの基本でもあります。この飾り、皆さんから見ていてとてもきちんとできていると思いますが、今日皆さんにお伝えしたいのはこれのだけではありません。この高さのバランスというのは、本来に皆さんが普通のご自宅や仲間の人たちと展示会と言われる盆栽などを飾って楽しむ場の飾りとは少し違います。もともとが明治の時代に香炉を乗せて床の間に楽しむために使われたこの台は、その下に床の間のかちという高さがあって、2段の高さを遠くから正座をして見る高さを描いています。盆栽店などですと、この形ですと少し上から見るようになってしまいます。ただ、この床の間使いというものがあることが基本から生まれているということだけはよく皆さんも理解してもらって、ここから一般の盆栽飾りのありようをご説明しましょう。こちらの課題の使い方で、木は高く、幹の内側、中側のところもよく描き出せるようになります。模様着の中型の木などを飾るときには、これぐらいの高さの飾を使うととても見やすくなるものです。ただ、同じ高さという中でも、木の力、格調、そういうものによって卓の使い方も変わります。この高座間透かしという卓は、とても職人芸が生きたシンプルなものですが、少し弱く見える時があります。強い木を飾るときによく考えるべきものがあります。もう一つをご覧に入れましょう。課題を変えることで木の雰囲気すら変わるのが盆栽の飾りです。先ほどの高座間透かしの優しい薄い線から、この天杯蹴り足という中高卓、格調の高いこの木に乗せることで、
上に広がる五葉松の枝の広がりを見事に抑えることになります。好みもありますが、格調の高さには格調のあるデザインの課題へ、これも一つの姿です。細身の中に長い培養を物語る100年の時間が閉じ込められた五葉松です。細身で木立のように立つこの木を盆栽界では文人木または文人風と呼んでいます。このような木を飾るときは、腰の高い食などに乗せるよりも静かに板のようなものに乗せると、そこに風情が出ます。これも少し使う課題を変えてみましょう。長方形の板の上に置かれた文人風の五葉松。今度は天然地板と呼ばれる野趣味あふれる姿に乗っています。細身の文人風盆栽の基本という使い方がこの姿ですが、一点のこの木を象徴するときには、板が締まりすぎている感があります。少し広げてみましょう。丸く切り抜いて作られたシンプルな課題です。丸鉢を丸で受け、その代わり地板に広がりを持たせる。余韻のある課題使いというのは盆栽すべての基本かもしれません。一つの地板使いの例としてご紹介します。五葉松を主人公として飾る。それだけですと、先ほどの地板飾りも良いのですが、もしこれに掛け軸や脇に添えの草や典型の道具を置くとなると、五葉松の方を強調させたい場合があります。そのような時には、地板ではなく、一段位の高い低い課題を使って広がりに余韻を持たせる。これも飾りの道具立ての技の一つです。さて今度は中型の県外の五葉松です。山鳥からさらされて浮き出た根上がりのような根が懸垂して一つの姿を作り上げる見事な中品県外です。正方や丸鉢の多い県外盆栽は先ほどと同じように卓の天板の四方面の中にきちんと鉢が収まることが大切です。ある意味ではこの卓使い、県外としての空間の使い方、すべてに合格だとは言えますが、欲を言えば木の強さに対して課題の足がちょっと細く感じる部分があります。少し強いものに変えてみましょう。さて、課題そのものに装飾性があり、力のあるものに変えてみました。大変素晴らしい卓で、おそらくは大陸より渡り伝えられたものですが、この木の力と見事に合致はしています。県外の下に残る空間の高さも上々と言えるですが、決して古い道具を合わせたときに100点というものはありません。このままもう一つのやや腰高で、それでいて装飾性を少し減らしたものを隣に置いてみましょう。やや高さを持って飾る世界になりますが、卓の足使い太さなどはこちらの方のが木に合致しているかもしれません。難しいところですね。高さは右が良い。太さやバランスは左が良い。もちろんある道具を使ってやりますので、その時には脇に置く添えのものの大きさや高さ、盆栽との距離、これなどで全体の調和を取ることになるわけです。県外使いの
基本の例ですが、100点はない中も合格を探したいものです。木立の美しさを見せるもみじの盆栽です。このように太さではなく、間の美しさ、その小さな葉が織りなす枝々の調子を見せる木。このような薄鉢のものには、シンプルなおとなしい課題が合うものです。一つはこのような平山木と言われる縦山の山木模様が入った低い植もよく似合いますが、座敷には良くても展示会ではやや低いかなという印象があります。少し高めの植も合わせてみましょう。五葉松の太い模様木で使って少し線が細いかなといった高座間卓です。シンプルな線、しっかりした中でも薄作りなものであるこの植は、このようなもみじの優しさを強調してくれます。盆栽店などはこのような調子で左に草などを添えると満点と言える席ができますね。先ほどの文人風の一本の木立で見せる木とはまた違う三本の幹が大中小と林立する三冠のまさに文人風の木立です。どこかで見たような水墨画の中に出てくるような大変素晴らしいこの木。今は丸い地板でその木立が強調するように飾っていますが、これも盆栽店への飾りとなるとまた卓使いが変わってきます。課題の使いの難しさはこのようなものにあります。地板のようなもので低く伸ばすことで木立の高さが強調される。だけど盆栽店に飾ろうとすれば低くなってしまう。このような中高の山木植などは何者も嫌わない大変応用の利く使いやすい植であります。木に対しての表現も決して悪くはなりません。しかし簡単に言えばいつも70点で失敗がないのがこの中山木という植です。何かご自分の盆栽の飾りに対しての深い思いと工夫があるときには、こうではなく、いろいろな道具で楽しみたいものです。このような水墨画を見るような詩情豊かな文人系の盆栽は、どこか飾りを中心とした木の表現にすることが面白いものです。広々とした地板の上に乗せ、そのそびえる木立を見る脇の人物の置物。この使い方をどうするか、これを練り込むことで、その道具の使い方は変わっていくのです。卓の使い方をいくつかご紹介しましたが、正直、果てしなく幅広く、果てしなく応用が利き、そして皆さんを含めて一人一人の胸の内の景色を描くのに道具立ては再現がありません。基本というものがあります。一本の太い木なのか、細い木なのか、流れる木なのか、腰高でその枝の下の空間を生かすことが欲しいのか、一つ一つの木の表現を助けてあげるのも課題の使い方の一つです。最後に一本、勉強を含めた木をご紹介しましょう。名将木村正彦先生が趣味のうちの木として手放したくはないといったものを無理に割愛いただいた真柏の文人盆栽です。細身の中、決して大きい木ではありません。でもその中に込められた
自然を生き抜く厳しさと人間が描こうとしたデザイン、それが融合した木として高い評価を得ている木です。このような木は単に文人盆栽として飾るというよりも、この木の持つ美観、そして精神性、それをどのように強調して飾ってあげるか。そこが大切です。お分かりになりますでしょうか？先ほどの五葉松の山間や文人には、そこに自然に投影する景色があります。骨であるシャリを抱いた文人の心拍。残念ながら、この大屋島、日の本の日本の山々に、この木に表現されている景色は想像はできません。つまり自然の産物なのですが、自然界の景色を超越したものが込められています。このような木には、この木を象徴的に飾る姿を卓合わせで楽しんでみたいものです。いかがだったでしょうか？盆栽の卓合わせ、課題の合わせ。いくらやっても100点は出したことがありません。これで良いかな、あれがいいかな、悩むばかりです。乱雑したお恥ずかしい場所ですが、羽生の卓類を収蔵する場所です。ここに約200から300機の課題が収蔵されていますが、これだけあっても100点は取れたことがありません。一般の愛好家の皆さんとなれば、これだけの場所を用意するのはなかなかできません。だからこそ、ご自分で好みである盆栽の最大公約数の課題を何点かお持ちになる。しかもそれが使い回しができる合理的なもの。それにたどり着いてもらうにも、今日のような卓合わせ、これを参考にしてくれればと思います。わびチャンネルは、鉢合わせ、卓合わせ、掛け軸、様々なものの取り合わせの内容も時々に皆さんにご紹介しています。アーカイブの内容にもたくさんございます。ぜひチャンネル登録をなさってご覧いただけるとありがたいです。本日もご視聴どうもありがとうございました。